iPhone1 スリランカコネクトです。このチャンネルではですね、毎週スリランカに関する情報を発信しています。で、今回はスリランカの観光地、ゴールについて紹介したいと思います。そうですね。世界遺産になっている場所ですね。そうですね。で、この動画ではですね、今回は地名の、由来とか読み方、で、なぜ世界遺産なのか、で、場所とコロンボからの行き方、で、最後、ゴール近くとかゴール内の、観光スポットを紹介したいと思います。僕自身も行ったことあるんですけど、ちゃんと調べたことないので、いろいろ教えていただければと思います。では、スタートです。はい。ではですね、まず最初、地名の読み方なんですけど、僕が現地に行った時、ゴールっていう人とか、いろんな読み方あったりしたんですけど、ちなみにその由来は何なんですか？そうですね。シンガル語だと、地名はガールなんですけど、英語だとゴールですね。その言葉の元は、いろんな説があると思いますけど、一つは、昔、牛舎を止めた場所ということですね。その牛舎はシンガル語でガールって言いますけど、それは、今ガールになってて、それはそのまま英語でゴールって呼ばれていますね。なるほどですね。で、次に、どうしてそのゴールは世界遺産になってるんですかね？そうですね。正確には、登録名称は、The Old Town of Gaul and its Fortifications ですので、旧市街地と、要塞が、世界遺産として登録されていますね。16世紀にポルトガルによって作られた、城塞が、取り囲む、旧市街の内側には、石畳の続く、西洋風の、コロニアル建築や、イスラムモスクや、教会が並び立ち、異国情緒あふれる雰囲気ですね。行くと昔のヨーロッパっぽい代表的な、街を歩いてるような感覚になりますね。確かに。僕もですね、一応ヨーロッパにいたことある。同じような雰囲気感じたことあります。ですよね。で、そうですね。で、次にゴールの場所と行き方を教えてもらえますか？はい、ゴールはですね、スリランカの南西海岸の端に位置しており、南部州の州都で、かつゴール県の県都です。コロンボからの行き方なんですけど、5つの方法がありまして、バス、鉄道、高速バス、タクシー、スリーウィーラーと、あとは飛行機、ヘリコプターという5つですね。鉄道だと、約3時間半ぐらいで行けそうです。で、コロンボとゴールの、ルートはちょっと人気なルートなので、座席の、確保はちょっと難しいですので、それは注意点ですね。はい、おすすめはコロンボフォートで乗るじゃなくて、始発の、マルダーナ駅から乗って、乗ると座る可能性は、非常に上がるので、それはおすすめですね。はい、で、値段ですね。2等席は、180ルピーで、3等席は100ルピーぐらいですね。この列車だと、1等席はありません。次は高速バスですね。エクスプレスバスとも呼ばれてますし、コロンボフォートから、マハルガマまで移動してから高速バスに乗らないといけないですね。マハルガマから、ゴールまでは、1時間半ぐらい。1時間から2時間ぐらい、かかりそうです。エアコン完備なので、快適に行けそうです。で、値段は、390ルピーですね。で、次はローカルバスですね。コロンボフォート駅前から、乗って、最短4時間かかります。で、値段は、エアコン付きだと、250ルピーで、エアコンなしだと180ルピーですね。次はタクシーですね。タクシーだと、早いんです。もちろん早いんですけど、価格は、交渉次第になります。タクシーじゃなくても、旅行会社旅行会社用のところで、車をチャーターしても、いいかもしれないですね。次は3ウィーラーですね。
まあ、それいう場合は、まあ、めちゃめちゃ時間かかりますよ。で、まあ、高速も乗れないし、高速道路も乗れないし、その海岸線を、たらたら走ってるので、まあ、お尻がめっちゃ痛くなりますよ。で、値段は、まあ、それも交渉次第ですけど、まあ、基本5000ルピーぐらいになります。最後に一番、なんか、ラクショリーな生き方なんですけど、ヘリコプターですね。それは、まあ、一番時間かかりません。一番早い生き方です。もちろん。値段は、シネモンエア、もしくは、Simplify という、サイトになんか調べられそうなので、概要欄に貼っておきますので、リンクはそこでご参考いただければと思います。なるほどですね。まあやっぱ鉄道が一番良さそうですね。そうですね。値段もあんまりかからないし、海辺を走るので、眺めも綺麗だし、まあ、バスよりもいいかもしれないですね。なるほどですね。じゃあ次ですね。まあ、行き方は分かったんですけど、その後、行った後にどんなアトラクションがあるか教えてもらえますか？そうですね。やっぱり、まずは、世界遺産として登録されている2つですね。旧市街と、街を囲んでいる、っている、要塞部の一部である、灯台ですね。旧市街は、ポルトガル、オランダ、イギリスとヨーロッパの、大航海時代の影響を受けてますね。で、ゴールにある、灯台はスリランカの最古のものになります。また、海沿いから、からの景色は、特に夕日ですね、はすごく綺麗なので、ぜひ行ってみてください。なるほどですね。あと、僕がその灯台の近くに行った時に、その崖からこうジャンプしたら、ジャンプするから金くれって言ってる人がいて、一応なんか日本のメディアでも取り上げられたことある人なんですけど、知ってます？知らん。知らないです。お金払いました？いや、結局結構高いし、でなんかこう岩と岩の間にジャンプするみたいなので結構危なそうだったんでそれはなんか危ないことにね、その人のライフをこう命をこうね、お金でこうするのちょっと怖かったんでやめましたね。じゃあちょっとすみません、ちょっと脱線したんですけど、観光地の紹介に話戻りましょう。そうですね、観光地の、話にまた戻ると、ゴールはですね、海洋考古学博物館もありますし、その他、ウェールウォッチングとか、サイクリングとか、あとはですね、ダイビングとカヌーもできますね。じゃあ結構こう、マリンスポーツがそうですね。できるんですね。なるほどですね。わかりました。なんかまた、もうすぐ夏ですし、行きたくなってきましたね。そういうマリンスポーツができる場所だったら。ということで、今回は、ゴールを紹介しました。で、ぜひですね、皆さん見ている方で、まだゴールに行ったことないっていう人は、ボーダーが開いたら、ちゃんと安全な時になったらですけど、行ってみて、もらえればと思います。スリランカコネクトではですね、これからもスリランカ関連の情報を発信していくので、できるですね、チャンネル登録と高評価、コメントなんかももらえればと思いますので、はい。では、次の動画でお会いしましょう。Selamat. Hai, makin Mashan. Apa video ke baru ada orang gerak studi. Ogal में वीडियो क्या दिलांग लाइक बटन क्लिक कर ला ओगल कमेंट्स तो तब लगा देना ये वाकई में पे चैनल के इंटरेस्टिंग के कितना होना आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर ला आप ये वीडियोस अपलोड करा नोटिफाई करने बेल आइकन को क्लिक करना आप इस तरह वीडियोस वाली लंका इस तरह ओगल दिखने में ये ना बराबर होते ना ये ना आप ये वीडियो के हम बेव आई बोल